ンビスケット元片書店員のデュエリスト系 VTuber ゆうきビスケです。本日は新レギュ対応原石請願について解説していきます。今回から剣士と白き乙女が10制限になりましたが、それでもデッキパワーは全然健在。まだまだティア1で戦える、そんな仕上がりになっています。まずはデッキレシピと各採用カードの解説から。ブルーアイズや原石周りの動きに関しては後ほど詳しく触れるので、ここでは他のレシピと違う採用ポイントを中心に紹介していきます。マグナムート。最近は採用を見送るレシピも増えてきたんですけど、今の環境は原石請願やデモンスミスがまだまだ多くて、相手の墓地の光、闇を除外して展開できる点はやっぱり魅力的になります。特殊召喚後、ベリルやブルーアイズを手札に加えられるので、次の動きにつながりやすいのも評価ポイントです。ジェットドラゴン。墓地にブルーアイズがいれば、カードが戦闘効果で破壊されたタイミングで特殊召喚できるモンスターです。この効果、破壊されるのが自分のフィールドでも相手のフィールドでも発動できるっていう点がポイントです。例えば、ウサギで何か割られた時に出したり、バトルフェーズで追撃したり、相手ターンに壁として出したりと用途が幅広いです。しかも、他の自分のカードに破壊耐性を付与できますし、そのままレベル9シンクロやランク8エクシーズにつながりやすいのも便利な点です。さらに、ダメ捨て開始時に相手フィールドのカードを手札に戻せる効果もあるので、苦手な千年エクゾなんかにも刺さります。ピリレイスの地図。これは採用率上がりましたね。10制限になって主導率が少し下がったので、その分サーチ補強要因として積んでいます。剣士や乙女はもちろん、ベーラー、ウララにも対応できるので結構積み解くカードですね。また、サーチ後にライフを半分にするので、妨害されてもライフが全く痛くない点も優秀です。召喚しないと一時的に効果を使えないっていうデメリット効果もあるんですけど、剣士、乙女、ベーラーは霊道で召喚権が増えるので、あまり気にならない点もいいですね。抹殺の指名者、誘発を多く積んでるので対応しやすい点と、原石請願のミラーマッチがかなり多くなってくるので、相手のキーカードを確実に止められるので採用しています。アニマ。レベル1モンスターが多いので使いやすく、配置次第では相性が悪いエクゾを据えたりするので採用しています。ハマると一発で勝ち筋を潰せるので意外と重要な枠になります。今回の構築の方向性なんですけど、全体的に誘発、妨害を厚めに取った構築になります。原石請願はリソース面が非常に優秀で、デモンスミスは妨害を受けても耐えやすいので、後攻を引いても手札に妨害札が潤沢に構えられるようにしています。原石請願の良さについてはこちらの動画でも語ってるので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。不採用カードについてです。リンゴマシーン。デッキ圧縮できますし、デッキに眠っている祈りを確実にサーチできたりで、かなり強力なカードにはなっているんですけど、それよりも初動である剣士や乙女を用意することが最優先になるので、代わりにピリレイスの採用にしました。枠があれば採用したいカードではあります。ニビル。決まるとめちゃくちゃ強いカードではあるんですけど、G を打ったり、しっかりと妨害をして相手の展開を抑えると出番がない点と、相手が天気を出している場合、2の効果の発動条件を満たしてしまい、相手が盤面を立て直すチャンスを与えてしまうので、使いどころが意外と少なく不採用にしました。次に回し方の解説です。鉱脈の効果でベリルをサーチ。ベリルを通常召喚して先行をセット。ベリルで青き目の精霊。効果で霊道をサーチ、そのまま発動。霊道の効果で召喚権が増えるので、剣士を通常召喚。効果で乙女をサーチ。乙女の効果で真の光を発動。霊道の効果でデッキの請願を落とします。青き目の精霊で落とした請願を蘇生。
聖眼が特殊召喚されたので、乙女の効果で乙女が蘇生。光で祈りをサーチします。この時、うららなどの誘発を警戒するなら、聖眼竜降臨をサーチします。もし祈りをサーチして発動した時に止められてしまうと、払ったコストが無駄になってしまうというリスクを減らせます。祈りで手札を1枚捨てて聖眼竜合理、ベーランをサーチします。相手の手札の数やテーマを見て、展開より妨害札が欲しい場合は移行をサーチします。聖眼竜合理でデッキからジェットを特殊召喚。乙女とジェットでスピリット。剣士と聖眼でスピリット。鉱脈の効果で聖眼を特殊召喚します。相手ターンに真の光で聖眼を蘇生して乙女も特殊召喚。スピリットの効果でスピリットアルティメット。これで1妨害構えられます。これで先行スピリットアルティメットスピリットサーチしたベーラーの合計4妨害構えられます。今回はルートの説明なので相手デッキの展開は省略してバトルフェーズに移行します。スピリットの効果で赤き竜に。赤き竜の効果でシフルに。シフルの効果で自分フィールドのカードはそれぞれ一旦に一度だけ戦闘効果破壊耐性が付与されます。そのおかげでスピリットのデメリット効果であるこの効果で特殊召喚したモンスターはこのターンのエンドフェーズに破壊されるが付与されたアルティメットスピリットが破壊されずに次のターンに行けます。次の自分のターン、ベリルが戻ってきます。ベリルを召喚して墓地の先行をセットしたり、真の光でブルーアイズを蘇生したりなど豊富なリソースで戦っていけます。次にリプレイをご覧ください。高校スタートです。相手はトリックスターですね。誘発でガンガン妨害します。エンドフェイズ時、マグナムートを特殊召喚。からのベリルをサーチ。ワンチャン上振れそうなんで効果は通します。チェーン確認が入らなかったので適当に回していきます。このターンはライフを削りきれないのでライトストームをチョイス。次の相手ターンで拷問部屋が厄介になりそうなので破壊します。
次は妨害受けまくり下振れ展開ですね。セットカーたちが怖いので一旦乙女を使ってチェック。その後は普通に展開していきたいところなんですけど、ガンガン妨害されていきます。ジェット除外は痛いし、天国出てきちゃったので思わず除去。別に使いどころここじゃなくてよかったなぁとは後悔してます。激流さんをセットしたので、警戒してマホトラを割ります。方面から蘇生すると守備表示になるんで、ランク8を立てて火力上げの愛玩の銀龍。牽制のために移行をセットします。愛玩に聖眼使っているので使い道はないです。削り切れるので気にしません。いかがだったでしょうか？参考になれば嬉しいです。ではでは、おつびすー。